本当にガジェットハマり始めたなって思ったのが、端子を舐めると接続が良くなる。これ1台セットで1100円だった。MacBook に憧れてたから、買えなくて最高。本当に4台持ってる。こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっといつもと違った感じの動画でお送りするんですけども、雑談みたいな感じで、平成1桁世代ですよね、我々。そうですね。平成1桁世代の、ガジェットがすごい好きなオタクたちの、会話をちょっと動画にしてみたら面白いんじゃないかっていうところでちょっとこれポッドキャストじゃないけど、そういう感じのコンテンツを撮っていこうと思います。軽く誰なんだって感じだと思うんで自己紹介をしてもらうと、僕がトバログなんですけども、パラフからいくはい、デザイナーのパラフです。生涯の推しガジェットはその話すんの忘れてた人はじゃあそれちょっと振りで、そうだね、振らないといきなり来たら変だね、だいぶ変態だよね。じゃあこれ見てる人いきなり3人もいて誰なんだっていう話だと思うので、一応自己紹介と推しガジェットみたいな、思い出のガジェットみたいな、今回思い出のガジェットとかさ、なんか中高時代に人生歪められた人ガジェットに人生を歪められた人の話だからちょっとその話をしつつ、じゃあトバログからいくね。こんにちは、トバログです。ガジェット YouTube をやってます。思い出のガジェットはじゃんとこれです。ゲームボーイミクロ、いいよね。じゃあパラフですね。いいね。決まってるな。決まってんな。発案者だから。そうね。はい、こんにちは。デザイナーのパラフと申します。生涯の推しガジェットいろいろあるんですけども、悩みに悩んだ結果、今日ちょっと持ってきてるのがこれですね。メディアスキン、伝説のガラケーです。いやもう今欲しいガラケーナンバーワン。かわいいのよこれ。いいね。はい、これを持ってきました。じゃあ吉天堂といういろんなやつをやっているものです。推しガジェットとしてはやっぱりこのちょっとここにいいですね。PSP GO。やばすぎ。いや懐かしい。うわ来た。ちゃんといやこのチャンネルにちゃんと現行で使える PSP GO です。 PSP GO。 これはいいよね。めっちゃ好きだった。いやーっていうところで、トバログ見てる人だとなんとなく3人のことも分かると思うんですけど、結構変なガジェット好きな同世代っていうところで、前にねちょっと飲み会みたいな感じで飲んだ時にもう入り口と出口一緒じゃんみたいなほぼ一緒ね。ほぼガジェットのなんかちょっと変なガジェットとか極物みたいなの好きだし、やっぱガジェットの入り方も結構ゲーム機というかさ、世代的にいろいろ面白いところがあったんで、出身地がみんな結構バラバラで、僕は地方都市でかなりの田舎、かなりの、ちょっと失礼だな。鹿児島ですね。鹿児島の種子島ってところに住んでました。いい、すごい。で都会ですね。東京です。都会だな。東京都心っていうところで、そんなになんかさ、みんな出身地バラバラだけど、やってること一緒じゃんと思って、これはもうトバログ視聴者も同じだろうっていうそうかもしれないね。トバログ視聴者もこれは全く同じ道を通っているであろうっていうところでさ、こういうなんか雑談みたいにしようと思って、ここにいる3人平成1桁生まれガジェットオタクなわけなんですけど、まずじゃあどうガジェットから入ったみたいな、ガジェット好きな人ってクラスいなくなかったっすか？いた？どうだろう。いやでもいた。いた？一人いた。一人とかね。いやマジでそのレベルじゃん結構。いた？東京だからいるか。東京いそうだねいっぱい。ガジェットって感じじゃなくて普通に最新の iPhone 持ってるとか、そういうなんかそうだよね、なんかそれにこだわりがあるとかではなく、新しいものを持っているっていう人はいた。ガジェット好き、今で言うとガジェットって当時ないもんな、言葉として。なんかそうかも。
電子機器とか、うん携帯ゲーム機みたいな、うんあとガラケーって言葉もないか、なかっ携帯はたなかった携帯だわ。まあそういう感じで、何からガジェットにそもそもみんな入ったかっていううんところじゃない？トバログは何なの？私ですか？うんまあトバログはですね、ドゥドゥンあ、これなんだ、懐かしい。まあ、これかな。これはちょっと現行っていうかゲームボーイポケットなんですけど、僕の場合は小学校1年生の時に買ってもらったゲームボーイカラー一緒が一緒一緒一緒だから同世代だからそれはそうだね。かぶるんだって終わりじゃん。でほら色が違うかもしれない。そうだね。まあまあまあそう当時でもワイは小学校1年生です、うんで、まあ、ゲームをなんか欲しいとかっていうわけじゃないんだけど、一番最初になんだかんだこの小学校入学して買ってもらったのがゲームボーイカラーの、僕はクリアでした。クリアの何色？クリアのクリア。ああホワイトの。ホワイトより。よかったかぶってパープル。パープル。うわー出たパープルはねオタクなんです。あ、そうなの？いやいやクリアもだいぶオタクだから。すいませんオタクでで、何？すいませんオタクでパープル？お一緒だ。かぶった。昔なんか2ちゃんかなんかのスレでさ、オタクはパープル、そうなの？選びがちみたいな。あ、そう。危ねえと思って。もうオタクだったんだその時から。はい、っていうところで、まあ、ゲームボーイってさ、人生で初めて手に入れた自分だけの端末じゃない？多分確かにその感覚あった。あったよね、テレビの前とかじゃなくて、もうポケットに入れてこう取り出して公園でも旅行中でもどこでもなんか使えるみたいなのってめっちゃワクワクして、これがガジェットの入り口かなみたいな、こういうのとかね。懐かしい。これカメラなんだけどさ、旅行に行くためにこれを買ってわざわざ、当時中古で500円ぐらいだったね。もうカラーの時代、そう、まあ、我々世代でいうと多分ちょっと前のやつだからさ、安くなってて、これを装着したらもうこれカメラじゃんと思って当時カメラなんか買えないわけだからまあこれでさ、こうやって旅行中のなんか撮ってたんだ。そうでモノクロだよね。モノクロだし、何画素みたいな、10万画素ぐらい、それぐらいなのかな。そうこれでパシャーとか言って撮ってでなんか、まあ、ここまでは多分みんな一緒だと思うんだけど、通ったそう2台買いました。同じカラーをなんで好きすぎてゲームボーイが好きで、なんか違うワンダースワンとかさ、ネオジオポケットじゃなくてゲームボーイカラーの黄色を買い直して、でこれと合わせてなるほど。周辺機器とかピカチュウのさ通信ケーブルとか買って色を黄色に合わせてましたね。黄色が好きってこと？そう当時は、まあ、黄色が好きでしょって言われて育てられてきたのそうなんだ。決めつけられてたんだ。だからまあそこがやっぱガジェット入り口だったかなみたいな感じ。2人はまあ吉天堂は、まあ、ゲーム機であることは間違いないんだけど、でもやっぱり PSP がまあそうだよね、そうだね。あれ何歳ぐらいだっけ？Y でいうと92年93年の世代だから小6とか小6とかそうだよね、その辺だわ。その辺でまあ年齢不詳なんであれなんですけど、そうだねまあなんとなく分かりそうだけど年齢不詳なんであれなんですけど、まあ、PSP シリーズがいろいろ出て、で新しいの出るごとに買ってたから。分かるだから一緒なんだよねなんかちょっと集めたい欲もあるし、スペックちょっとしか変わらない、画面のさ明るさがちょっと丸みを帯びるとかね。あと軽くなるとか。そう PSP2000 から、だいぶ軽くなったね。今思うと高級感でいうとやっぱ1000の方が、いやそう1000が一番良かった。一番いいよね、クリアな感じ、いいんだけど、まあでも分かるな、やっぱ PSP が入り口はここなんだけど加速させられたのはやっぱ PSP じゃない、当時何色 PSP？ 黒？黒しかなかったか最初いや2000からしか買ってなくて、で2000の赤を買ってあった3000でも赤を買って赤好きかメタリックのやつね、メタリックのやつあったね。で
PSP-GO を買ってお全世代、PSP はちょっとまあこれも後から話したい気持ちもあるけど、世代的にはさモンハンもやったし、なんだろうP レボとかやった？ P レボ？ P レボは皆さん通ってませんね。何 P レボって何？カスタムファームウェアを入れることで、自分でできるダンスレボリューションのさ PSP 版で、ダンレボのその譜面が落ちてるから、それをインストールして自作でき自作してる人とかがいて、その自作の難しいやつを端っこでこう回転するんだよ、こう矢印が。でそれをやるっていうのはそれ通ってないわ。カスタムファームウェアは通った。カスタムファームウェアはね、行ったんで、まあ言わずもがな、パンドラの箱を開けたりそうね。パラフは俺はまあゲーム機でいうとゲームカラーなんだけど、なんだけど本当にガジェットハマり始めたなって思ったのが、iPod Touch の2世代目なのよ。一緒だ。iPod Touch 2 Gen ってやつ。2 Gen ね。そう。4ギガ、8ギガ、16ギガ。そう。あれを種子島にね住んでた時なんだけど、相当じゃない？種子島で。種子島にねちっちゃい電気屋さんがあって、そこに行った時にちっちゃい頃から携帯とか好きだったからいっぱいガラケー触ってて、そしたらなんかアップルコーナー見つけて、で iPod Touch が置いてあったのよ。でなんじゃこりゃって思って、なんかかっこいいのがあると思って触ったら、タッチパネルっていうの初めて体験して、その時動くってなって、その衝撃が今でもやっぱ覚えてて、で当時ねじいちゃんと一緒にその電気屋行ってて、じいちゃん買ってくれたのよ。27,800円だったの？よく覚えてない。いや確かね、そうめっちゃ高かった記憶あるんだけど、多分相当そこにずっといたんだと思う俺が、もうそのコーナーに。でそれで買ってもらって、もうそれがきっかけでもう iPod Touch 最高ってなって。その前もね iPod とか持ってたんだけど、タッチパネルの衝撃がやっぱ強すぎて、iPod Touch はそっからもう沼にはまりまくっちゃったね。あれやっぱさすごいよね。なんかまあ iPhone とかは知ってたけどさ、日本では出てないみたいな感じで、そもそも買えないから、なんか蚊帳の外とかあったじゃん。なんか高校の時とかってさ、割とキャリア自分で選べないからさ、即番の人いなくねみたいな、ほぼ。からのだから Y も iPod Touch 2 Gen から入って、8ギガ27,800円。よく覚えてるな。毎日なんか10月9日だか10月ぐらいに発表だったね。多分よく覚えてるね。発売があって、で毎日ヤマダ電機にタッチできるやつ入荷してないかっていうので、もう毎日2ヶ月ぐらい通った。ないからマッサージして。大人だな、なんか。iPod Touch も持ってたんですよ。でめちゃくちゃ使ってたけど、あれが何世代なのか分かんないな。なんか丸かった背面。曲面表面ツヤツヤのね。ツヤツヤの表面。そしたら2世代目以降ですね。多分2 Gen な可能性あるよね。だから電波通すさ、この部分カメラついてないから。ついてな最初ないよね。あ、どうだったっけな。ついてなかった気が。覚えてないな。ある。ある。2 Gen？ 2 Gen ある。あ、本当？2 Gen あります。あ、これこれすごっ。こんな箱だった。そう、もうねこのシリーズだったよね。これです。これだ。でもこれってさサードジェンじゃない？これセカンドだと思うよ。こんなんだったっけ？多分セカンド。でもこの時が、なんかあれじゃない？アプリをインストールしてさ、自由になんか当時大辞典みたいな辞書アプリが入ってたね。入ってた。だから2800円ぐらいするんだけど、その iTunes カードを買ってそれ入れて、授業中先生とかもさこれの存在知らないからさ、そうだね。電子辞書ですっつって電子辞書ですだから授業中でも使いますっていうので堂々と使って、2ちゃんのさ2チャンネルのスレガジェットのスレとかあったけどさそれを
ローカルでも読めるようにキャッシュ保存しといて授業中読んでた。近いことやってたわ。抜け道みたいな。抜け道みたいな。その後に iPhone が入ってきて、でそうそうそう。いやこれでいいっしょって言ってた記憶が。月額払うならそれで全然いいっしょ。これでいいよ。Mac のモバイル BB でインターネットできるしつって。Mac でネットが使える時代。これ持って Mac 行ってたわ。モバイル BB ポイント。懐かしいね。いやそうこれだからさいろいろアプリとかさ、なんかこうビール飲めるとか、流行った流行った。ビール飲んだりあとサイコロ転がしたりとか何にもできないんだけど、それだけでめっちゃ楽しくてさ。楽しかったね。楽しかったある日こうなんかホームランを打つアプリがあったね。あったかも。みたいな。あれ起動するときにめっちゃゲームの音出ちゃって没収されてそれぞれここで出たガジェットで言うとさ、小学生じゃん。でまあ大体中学生ぐらい中高、で高校生後半のやつじゃない、思い出としては、当時でも結構アウトローというか割とニッチなジャンルじゃん、それぞれ、まあ、PSP は結構持ってた人いたけど、そうね、ゲームボーイも持ってるか、だけどなんかガジェットにおのおのそのハマった理由みたいなのをちょっとおもろいなと思ってて、ワイのなんか今に通ずるというか、デザイナーでしょ、ワイもガジェットをさ紹介する人みたいな。確かにね。であれ本業もともと何だったっけ？本業はちょっとあれなんですけど、言えないやつなんですけど、言えない仕事ではあるんですけど、まあデザイン系と。そうね、デザイン系だね。結構さなんかその話聞いて通ずるところある気がしてて、割のそのゲームボーイの時、やっぱ一番好きだったらなんか周辺機器集めるみたいな、どっちかっていうとそっちの方が楽しいみたいな感じで、今もガジェット YouTube で周辺機器を紹介するっていう感じなんだけど、なんか同じような感じ。どういうデザインが好きとか。でもまあ昔からやっぱりデザインがビビッときたものを買ってたから、それこそね iPod Touch もそうなんだけど、なんかガラケーが多かったかな。ガラケーか。これねなんかそうだよね、すごい好きで、最初言ってたもんね、ガラケーの話を。この辺なんかねいろいろ持ってきたんだけど、インフォバーとかね。インフォも持ってんだ。この辺。au だった。au だった。家族が au だったの。だからこのデザインプロジェクトの時期の au すごい好きで、いいね。これはね当時使ってたわけじゃなくて、当時持ってたんだけど多分実家にどっかに眠ってて、これは買い直したやつ。だから動かない。いいね。動かないんだけど、メディアスキンはねすごい良くて、当時ね使ってたのよ。高校生の時にメディアスキン使ってて、これ使って高校生やば。これやばいでしょ。尖りすぎだって。これね誰買うんだって思ってた。これのオレンジ持ってたの。やばい、このヒンジいいでしょ。ヒンジやばい。そうね。ただねこれ使っていくうちにちょっとこの面倒くさくなっちゃって、これがなんかね外した記憶あるこれ。意味な。普通の携帯で外してもかっこよかったよこれ。結構この見た目になるからかっこよかった。これ使ってたりで、あとなんかヤフオクでめっちゃ買ってて、その頃この安い白ロムってやつ、白ロムね、めっちゃ買って、このタルビーだっけ、これもマーク・ニュースのデザインのこれも買ったし、インフォバーも買ってたし、あとはスライドタイプのガラケーあったじゃん。ああいうのもいっぱい買って、で高校時代はもう一人何台持ちですかみたいな状態で学校行ってた。親にもめっちゃ心配された。何がそんな楽しいのって言われたけど、でなんかね一人ガジェット好きの友達がいるっていう話したじゃないし、その人面白くて、なんか一回先生に取られちゃったの携帯、学校で。で取られたんだけど、没収される前にそれと SIM カードをさスッて抜いててさ取られるじゃん。そしたらさまた違う携帯に SIM カード挿してんの普通に使ってんの。でそれ見た瞬間にしびれて、かっけえこいつって思って、それで仲良くなったの。今 SIM 変えたよねって。そうでそれで
募集されてもいくらでもあるから、うん引き続きゲームできるしみたいなやば言ってるやついて、アプリイージーイージーウェブアプリそうリスモとかね、リスもねあったねモバゲータウン。モバゲータモバゲーやってたそれが衝撃的で、うわ俺もそういうちょっとシム入れ替える人になりたいってはいはい思ったのが高校生の時だね。やばいね。でもさ、うんまあなんかさ、そもそも携帯はさいろいろ使ってたんですけど、まあ、これ前は X ミニっていうやつソニーエリクソン。そうソニーエルのやつ使ってたりしたんだけどさ、これってなんか高校生時代って割とスライドが一番かっこいいみたいな、スライドか、アクオスのこのひねるやつね。ワンセグひねるやつとかさあったなああいうイメージだったけどさ、これってなんかどっちかっていうと高校時代は脇役みたいな、ちょっと主流っていうよりかは変わった携帯みたいな感じだったじゃん、ね、これに目つけてたのすごいわ。いやなんかねビビッときちゃったんだよね。すごいかっこいいと思って。最初見た時さ、これを最初に見た時に、まあ、当時やっぱさワンセグとかだからこう画面くるってなってテレビ見れるとか、なんかそっちだったじゃん、推しが、スライドでカシャンみたいなで大画面みたいな、でこれをあえて、まあ、使う人ってそんないなくて、やっぱ周りにも、自分も当時はさあんまりこれよりやっぱ X ミニでしょみたいなX ミニもあるからだいぶマニアックだよ X ミニはうわ懐かしい。こんな奇抜な色だったっけ。そうなんです。うわ懐かしい。白ロムヤフオク4000ですね当時。いやこれはロマンあるわ。まあ、当時やっぱさみんな持ってるじゃん手で、いや首からぶら下げる時代でしょ携帯はっつって本当だね。ストラップがストラップホルダーここにあるんだけどさ、ストラップホルダーってこうぶら下げて上からブレザー着てみたいな、ちょっとおしゃれじゃねえ。おしゃれ。誰もいないんだけどやってる人もちょっとかっこよくねっつって懐かしい。うわちっちゃやばいよねそれ。これよく打てるね。そうでここら辺確か光るよね。光ってタッチパッドになるやつ。タッチパッドなんだけど死ぬほど押しづらくてさすがに電池はないか今。あ動いて動くんかい。すごい動いた。Now loading 電池いやすごいねそう考えると。そうこんな感じでここタッチパネルかこれが光ってる。おおここも光るの。そうすごめちゃくちゃ押しづらいこれ。めちゃくちゃ可愛い。まあこれとかはかっこいいと思ってて、どっちかっていうとこの au デザインプロジェクトはちょっと大人なイメージだった、そうだね。そうちょっと普通じゃないよね。これにビビッとは来てないわ。ビビッとは来てない。もうビビッと来すぎた。これにやっぱ今見るとやっぱすごいいいけどさ、ビビッとくることはなかったな。やっぱ普通に側面を押してバシャって開く方がカチャね。ガシャって開く方が。これもあったよねこう。それもあった。だってね。なんだっけあれ。ここになんか丸い肘ついてるやつそうあった。あなんだっけな。日立かな。あ日立だ。なんかあったね。日立だ。ワンセグでしょ。夏。テレビ見やすいやつ。当時テレビ見ることに命かけてあでもワンセグは最高だったよ。あんなんね。マジで。だからさ、それデザイナーになったってもう転職じゃない？なんかそうかもしれない。なんかこういうのが本当に好きだったから、なんかいまだにやっぱ好きだしね。ちょっと変わったガジェット。いや今さ、なんかそのちょっとおしゃれなものとかに触れてさ、大人になってさ。初めて良さが分かってくるみたいな。今ちょっとメディアスキンとか使いたい気持ちになったり、よりね。そういいよね。そんだけどさ、高校時代からですから吉田氏はガラケーはなんかガラケーはなんかそれこそau だったんで、シャープの押すと開くやつとか横になるやつとか、あとなんかガンダムみたいななんだっけそれ。なんだっけな。なんか角張ったそれ au じゃない？あ X レイ光るやつ透明でいや透明じゃなくて角みたいなガンダムの口の部分みたいなやつ。そうわかるかも。あれなんか光るやつところどころ三角形光るんだっけ？W11K X レイは多分透明なかっこいいやつ。佐藤柏さんのやつじゃない確か。これあ
やっぱこれね、知ってる知ってる。これってとか懐かしい。デザインプロジェクトじゃないのこれって。だった気がする、ね。この au 携帯図鑑思い出タイムラインっていうやつで全ての携帯のデータが見れるんだよ今。これもカメラがこう回転したりがね、この中心に、そんなギミックあったのこれ。そんなギミックがある。知らなかった。使ってる人いたこれ。やっぱ赤なのこれは。赤でしょ。おお、やっぱ赤好きだ。赤好きだね。赤好きだね。吉天堂さんは赤が好きです。赤好きだね。クリアパープルからの赤って生粋のなんかさあるよね。もうみんなでも大体スマホとかちっちゃいデバイス好きな人、クリアパープルからの赤の系統が多い。赤いくか、偏見があるな。DSi は赤だった。 DSi は白か。あれは MP3 プレイヤーとかめちゃくちゃハマったじゃん当時。流行ったよね。iPod、iPod ナノとかシャッフルとか、なんか何使ってたかみたいな。それね iPod は通ったよもちろん、シャッフルスティック型のねシャッフルも使ってたし、画面がないやつも通ったし、iPod ナノとか通ったんだけど、あまりにも iPod ユーザー増えたって思ってその時。何歳ぐらい？中学生かな。なんか MP3 プレイヤーめっちゃ流行ったタイミングで iPod 増えたなと思ったからちょっと違う道行きたいなと思って、アイリバーってアイリバーって知ってる？知ってる？知らない？知らない。知ってる？アイリバーっていうちょっとこういう曲がってるさ、いろいろあるんだよアイリバーも。いろいろあるか。なんかこういういわゆる iPod クラシックっぽい形のもあれば、スティックタイプの細いのもあって、乾電池で動くの、単3電池1本で。でそのアイリバーっていうのを買ったのよ、そしたらめっちゃ音良くて、当時ね MP3 プレイヤーって言ってるけどなんだっけな、特殊な拡張子なんかね MP3 じゃない AAC とかもなんかねなんか聞けたのよ、ちょっと高音質みたいなやつ。それで浸ってた音楽に。いやわかるかも。マジで変だね。変だよ。アイリーバーを知ってる人は変だよ多分。みんなさ iPod ナノとかじゃん、だからさ、ワイはやっぱソニーが基本的に好きっていうミクシーのグループにも入っていたソニーでしょと思って、ウォークマンだった。そうだね、ウォークマンね。そのノイズキャンセリングもついてるし、あの時に当時からあったの？そう当時からあった。こうなんとかとか、でもやば音質えぐーと思って、これも iPod なんか使ってる人もう見た目だけみたいなもうこっちはイコライザーでノイキャンでインナーイヤーでみたいなゴリゴリでとか言っててさ、でもやっぱりアイリバーとかコボンとかわかる？韓国の歌詞。なんか見覚えあるかもな。コボンメーカーなのかな、端末名なのか忘れたんだけど、その辺のアイリバーとかあの辺がなんだかんだコスパと音質がめちゃくちゃいいっていうのは、インターネットで知ってて、それもねちょっとね迷った経験がある。買ってはない。特にコボンはちょっと欲しかったよ、白で。僕もさデザイン的にもさ、ちょっとなんかかっこよすぎるみたいな感じだったじゃん。流線的なというか、石鹸箱みたいなやつとかさ、香水の形みたいな。あったね。あれとは違うからやっぱでも iPod じゃないじゃん。iPod でも iTunes ないと使えなかったよね。使いにくかったよね。めんどくさい。当時はパソコンとか持ってない Windows 2000だったから。だからあれ結構ハードル高かったと思う。使うの。なんかうちはiPod はもちろん使ってたんだけど、そもそも親が Apple 好きだったから。いや親が Apple 好きって珍しい。親が Apple 珍しい。だから多分根源的なガジェット好きの原因は親なんだけど、iPod とかも買ってもらえて、iPod ナノとかで使ってはいたけど、なんか秋葉になんかiPod シャッフルみたいななんかマイクロ SD で動くやつとかをもうなんか怪しい感じの上海ドヤだ。980円のマイクロ SD を買いに行ったり。なんかあったなそういうの。秋葉王とか売ってるやつ。秋葉王とかに売ってるやつ。懐かしい。そういうことはしていましたが。いや同じじゃんと思って。やっぱ似たような道通ってんだね。
同じことをしているだけこの30代当時さやっぱ MP3 プレイヤー単体だとネットつながんないからさ、ネットつなぐ術っていうか接続する術必要じゃん、私ネットブックを使っておりました。私もですネットブック世代でしょ。ネットブック世代でしょ。ちっちゃいやつ通ってない？さすがに通ってない。本当。通ってないからネットブックはですね、まあ一番最初はなんだろう、ASUS の4ギガメモリー。そんなメモリだったっけ？4ギガメモリーもそうかもね。4ギガメモリー2ギガかな1ギガかな違う512メガ512メガストレージが4ギガで画面こんなもんしかない3万円ぐらいで買える低スペックパソコンがあって今で MacBook Neo ですね。EPC ってやつ？ EPC ね。EPC が王道なのよやっぱネットブックの中で、やっぱ EPC だからちょっとずれたくて僕がデルのインスパイロンミニ Q っていうデルのやつを使ってます。ちっちゃいのあったの？ちっちゃいのあって3万ぐらいでモバオクで買ったんだ。1ギガのさSSD を2ギガに換装してちょっと早くする。でも YouTube とか見れないの。アトムだからアトムわかる？わかるよ。めちゃくちゃ欲しかった記憶はあるんだけど、でもそう欲しいなって思ってたらこう Android が出てきてくれたから。そういう時期？ちょうどその時期だわ。でも当時の Android ってガクガクのやつでしょ？オンボロイド未来をなんとかですよ。au だったからさ IS03 を全然わかんないかもそこら辺は。シャープの未来をなんとかレディー・ガガかなんかが CM やってる。なんか見覚える。エクスペリに憧れたけどね。これでいつでもインターネット見れんじゃんってなったっていう感動はすごいしましたね、私。そっか。ネットブックはもう通りまくった道を。だよね。それこそね EPC は親が使ってたの。お母さんが使ってて EPC 白いやつ使ってて、でその時俺は後進車っていう知ってる？後進車って今あんのかなわかんないんだけど後進車っていう多分日本のねメーカーだと思うんだけど、あれめちゃくちゃ良かったな。なんかね今では GPDみたいな会社が日本企業あって、パカってしてこうひねってこうパタンってできるようなちっちゃい PC をいっぱい作ってるメーカーがあったの。でそこの後進社の WindowsPC を通って何機種か通って、その末にヒューレット・パッカードから出たなんかねフルアルミボディのなんかねシルバーのねこれぐらいの8インチぐらいなのかな。そんなのあんだ。当時あったの。名前全然覚えてないんだけど、HP だった。HP で開いたらキーボードがシルバーで、確か US 配列だったの。でそれを使ってて、で MacBook に憧れてたから買えなくて MacBook でだからステッカー持ってたの iPod Touch とか買ってステッカーを天板に貼って HP のロゴ隠してもうすでに MacBook Neo を持ってたんだよ俺はその時から思い出の封印された壺から懐かしいでしょなんかそういうの。マジで全く同じことを、デルのインスパイロンでなんなら中のさ XP の UI を車で一緒ドックも作ったしねやったロケットドックみたいなロケットドックで壁紙なんかスノーレパードみたいな背景変えてステータスバーみたいなあれも上にして、Windows にねなんか時計とか置けるそうあれやったわ。なんちゃって MacBook ガクガクでもう何も使えない重さそうです。それをネットブックは通ったね。気持ちが悪いですね。高校の時にバイトができるようになったからさ、だから自分でマクドナルドでバイトして MacBook を買うっていうプロジェクトを個人的に発足いたしまして、すごい。で MacBook Pro 買ったよちゃんと。まあバイオタイプ P の話とかしたいけど、まあでもちょっと過去動画でも見てもらって。持ってんの？ある。
当時欲しかった Windows 7だっけ？ Vista？ Windows Vista かな。 Vista だ。Vista だけど重すぎてスペック的に、XP モデルも後から出た。あ、そうなんだ。うわ、かわいい。ちっちゃ。ちっちゃいいね。やっぱロマンあるよ。そうだよ。これ最近ね MacBook Neo でこうやってたよね。尻ポケットにいつでもこう気軽に入れて、このままどこにでもこう出かけられるっていう。座っちゃったよ今。充電すればつくんだけど、これでこう、これは違うか、新しい古いモデルだからあれだけど、今だからこれにさ、おー、かっこいい。かっこいいな。あ、これついてたんだ。このなんだっけ、そうそうそう、ね、トラックポインター、ThinkPad みたいな。うわ、このサイズ超いいじゃん。超いいよね。今欲しいもんね。今欲しい。ちょっと前に ASUS がチーっていうT100 チーみたいなやつ出して、これとほぼ同じようなやつ。でもそれはトラックポインターがなくて、これでね、ポインターでね。いいな。これ当時としてはめちゃくちゃ高画質でさ、画面2つに分けて、なんかウェブブラウジングとかができるっていう。そんな高精細だったの？そう、高すぎて買えなかったけど、ちょうどじゃん、このバッグに入るかも。ぴったりサイズ。バイオバッグだ。バイオのためにこれタイプ P バッグじゃん。タイプ P バッグ。何入る？でも今 PC 入ってるからね、実は。やば。この後人者を継承したかのようなミニ PC ね。GPD Max じゃないそれ。ポケット4ってやつ。これポケット4なんだ。これ後人者仕様よ。もうやば。歩く後人者、現世に蘇る。これいいでしょ。こうやって使うのも後人者っぽいね。なんかこっちか、こう使うのもさ、後人者ってこう使う。そう、確かそうだったよ。ここかな、ここかもしれない。ああ、そう、ボタンあった。確か画面の横とかに。こんな感じで使うみたいなやつ。いや、いいわ。いいですね。GPT も。雑談だね。雑談だね、完全に。こんな感じで。ゆるいね。ちょっとゆるいけど、やっぱちょっと脳内に閉じ込められていた記憶がなんか開けられたような気がしておもろかったです。みんなでも同じじゃない？多分この動画を見ているトマログのチャンネル登録者も多分同じような流れだと思うからさ、みんなの推しガジェットみたいな思い出のガジェットとかをコメントでもらえると嬉しいです。知りたい。ちょっとゆるくなんかこんな感じでもし続けられたらなんか嬉しいですね。たまにね。お願いします。お願いします。座談会みたいな。座談会みたいな。はい、っていうところで今回の動画終わりにしようと思います。ぜひチャンネル登録とあと2人のチャンネルも載せているのでぜひそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。とまろぐでした。バイバーイ。初代 iPhone。初代 iPhone です。これ日本では発売されていない、確か初代の iPhone だから、アメリカだけかな。で、そう、これなんかあれかな、電波とかなのかな、もしかしたら。で、アルミでね。で、初めて買った iPhone が僕 3G なんですよ。でその時ソフトバンクに変えて、そこから 3GS で毎回7まで毎回買い替えてたんだけど、やっぱりこの初代がどうしても欲しくなって割と最近秋葉で見つけて秋葉でそういうの売ってる店ある？秋葉ね、あと CC コネクトっていうお店があるんだけど、どこだ？地下に入るなんだっけな、わかる？ CC コネクトってわかんないか。マジコン売ってたとこ？いや、わかんない。マジコンわかんないけど、なんか黄色い看板の CC コネクトってとこがあるんだけど、そこにこの初代 iPhone がめっちゃ置いてあるんだよ。そうなの？めっちゃ置いてある。それは知らない。もう今日行きたいんだけど。知らないな。でしかもここのさ、ドックのケーブル、昔のそれもセットで販売されてて、それ結構ないよね今。でね、19,000円ぐらいだった。じゃあそこそこいい値段は。そうなので、状態ももういろいろで、一応一番綺麗だなって思ったやつを買ってきたんだけど、やっぱこれいいのよね。懐かしい。はいはいはい。
このちゃんと動くのがすごい。 OS のデザイン懐かしい。これ、待って、こサイディア入ってる。れ入っちゃってるね。サイディア入ってる。いやこれ最初から入ってたの、買った時からそうなの。サイディアはでもギリ OK なんじゃない？ OK だと思う。もう何ジェイルブレイク、あー懐かしいジェイルブレイク、懐かしい久しぶりにこの久しぶりに聞いた。脱獄、サイディあーア。ブラックレインの男。そうブラックレインね、かっこよかったね。ゲオホットさんみたいななんか人がねうん作ってたんだけど懐かしいですよね。ミ脱獄ックスチューブみたいなとかね。ね。まあこれ持ってきましたって感じかな。いいね。そう遅っおーおエモエモ写真撮れるよ。うんじゃあちょっとまあ動画としては収集つかなくなっちゃったんで、終わる気持ちなんですけど、せっかくいろいろ持ってきてもらってるんで、持ってきてもらったもの紹介でもしてもらえますか？吉天堂さんね、ちょっと懐かしいゲームの話をするって聞いていたので、これがゲームボーイアドバンス SP なんですけど、待んってこの当時この色？いやこれ当時からずっと持っているもうんすごやっぱねクリアパープルの人このカラー選ぶわ。ディープブルーみたいな。の。ほらうわちゃんとつく。フロントライトはちゃんと改造してない。もちろんさすがだ。当時から懐かしい。打鍵感がだいぶ変わったのよ。SP になってからもっあとーそう柔だったっけらかかったんだけどうん硬くなってそれが羨ましすぎて買ったもんね。懐かしいね。こんな軽かったっけ？こんな軽かった。えいや本物見んの久しぶりかもな。 SP に関してはなんか中華のさそれっぽいのあるよね最近。中華のこういうやつだから最近。最近よくあるからね。他は？他はまあだからさっき見せたいいよね。いや PSP かっこいいよやっぱデザイン。いやでもこれはやっぱりね、最高だよね。最高。本当に4台持ってる。え？どういうことどういうことどういう使い分け？いやいやなんか欲しくてでいいなどんどん値段が上がってるからあはい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 。買っとかないとと思って、確かに。でも持ってんじゃん1台うは。ん、それを持ってる買い続けてんだない。とね。買い足して色違いってこと？色違いも何もその白と黒しかないからそうだよね確かに。もうさ、そう思った時には時すでにお寿司でさ、もうん。うこれ白があるんですけど、白だとこことここがすごい黄ばむんですよね。そうだよ。めっちゃ黄ばんでて真っ黄色になっちゃって、あとここのギザギザのところがすごい汚れてて、まあそれどうしようかなって悩んでたらもう一気に3万円ぐらいになっちゃった。今高いもんね。 1万円ぐらいでさ売っててちょっと前、今買っとかないとこれゲームボーイミクロ状態になると思ったんだけど、もう遅かった。これさでもソフトって今どうやって入れてんの？ソフトは今はだからもうほぼ入れることができないからそうだよね。カスタムファームウェア吸いか出、しあ吸い出しか。うん、そうだよね。 UMD だっけあれ入んないもんね。 MD 入んないね。データだもんね。最先端行ってたよ最ね。先端すぎるよ。いやいいよね。うん。でもってめっちゃいい。全く売れなかったじゃんこれ。全く売れなすぎて絶対ゲームボーイミクロ状態になるって思ってた。うん。ニクロも通ったもんな。これはなんか薄い青紫水色みたいなやつ持ってた。日本限定カラーですね。あそうなの？へ多分え。ゲームボーイミクロも当時懐かしい。さ買ったんだけど1万2000円でさ当時、買ったんだけどあまりにも誰も持ってなさすぎて、その後売ったんだよな多分。ワンオプで売ったら外国人が買ってた。へえ。でその後あまりにも人気がなくなりすぎて、うんガレージセールで100円だったこれ。え100円？うん。えそんなことあんの？やば。そう。どこで？ワ地方ングどこ店？ー、ワンダーグー、ワンダーグー知ワらないんだけど。ンダーグー日立店だった。日立店。地元です。熱っ。100円はやばいでしょ。 100円。正式に言うとソフト9本とこれ1台セットで1100円だった。だからめちゃくちゃ100円だよね。それは絶対買うよ。時代やで。そうやばーと思って買って、でもさその当時新品も3000円で売ってたのよ。マジで。投げ売りされてて、うん。で買ってて、
高くなったから1万5000円ぐらいの時に多分売っちゃってお金なくて、で次2000円で売ってるの見つけて2000円で買ってで7000円で売って買い物うまいね損しないで最終的にこれは1万7000円ぐらいかな。でもちょっと前にこの色は買い足して箱付きで1万7000円ぐらいで、今もうもっと高いから、安い3万4万するよね今ね。最低3万ぐらいする。ここに箱があります、箱付きでその価格はすごいよ。状態もすごい綺麗だよね。箱がうわー懐かしい。これだこれだ。ボロいんですけど、こういう専用のね。懐かしい。状態めちゃくちゃいいな。状態めちゃくちゃいい。ほぼ新品みたいな。これさ、なんかパネルが変えられますみたいな売り方最初してたじゃん、ミクロって。そうの割に全然出なかったよね、パネル。出ないあまりにもね売れなさすぎたらしい。そうだよね。だから売れないっていうのも結局これって DS が出た後に出てるから、わざわざ1個古い世代のしか遊べないハードを買わないよねっていう、なんか大人用みたいなことだったのかな、大人用っていうことではある。うわ来た来た、これは海外限定のカラーで、まだ高くなる前に eBay でポルトガルから輸入した1万円ぐらいだったかな、これ。海外限定なんだ。そう、これと真っピンクがショッキングピンクみたいなで、ショッキングピンクは売っちゃって、そうなんだ、2万円ぐらいで今手元にかっこいい。エメラルドと相性がいいので持ってます。いいな、こいいい色。すごー。プレイヤンが入っている。プレイヤーね、懐かしいね。プレイヤーも2年前ぐらいに新品を5000円で買ったんだけど、今多分もうちょい高い。パラフの持ってきてるもの他にもあるんじゃない？他にね、ゲームソフト持ってきてて、なんか懐かしいハマったやつ、コロコロカービィ。懐かしい。これねすごい好きだったのよ。SP でできなくなった。できないできない。 SP で買ってやろうとしたらできなくて泣いたことある。難易度が高くなるってね。逆方向なんか。あとね、あんまりハマった人いないかな、F0。懐かしい。これ480円ぐらいで売ってるやつでしょ。今そうかもね。そうかも。当時からその価格だったよ。本当？F0 はこれねハマったね。やっぱみんながマリカやってる時の F0 しかやってないから。本当いないって F0 してる人。おかしすぎる。でこれね、名作。いまだに大好きリズム天国ね。これは最高よ。最高だよね。最高。ちょっと起動するかな。わあいいねこのぴったり感。そうだよ。わあ最高じゃん。電源はどこだこれ。こっちか。おってやってください、ソフト。反応してないこれ。してないしてない。マジか。ダメだよ。つばが。でもなんだかんだこれで使えるわけだよね。舐めるっていうのが一番最強っていう小学生の時あれ舐めてる人いた。うちもいたけど、いいわけがないだろう。いいわけがない。今思ったね。いろいろね。いいわけがない。これなんかまだダメかも。ちょっとやってみて。でもここが言ってるから。そうだよね。たまにあるんだよね、そういうの。でもいかないね。カートリッジがなんかあれかな。こっちは。こっちも電源つくの。こっちもつくと思う。すごっ。来い。音がやばいけど。音がちょっと。もう一回封した方がいいんじゃない？あんだけ封するなんて公式が言ってるのに。やっぱ舐めるのが一番です。端子を舐めると接続が良くなる。いけた。これよこれ。って感じでね。懐かしい。楽しい。やば。これは最高だよ。ソフ
トごともらうなじゃリズム天国さでも地味に高いからねまだ高いよね。アドバンス、うん、 3000円近くするんだよするんだよね。プレイヤン、これなんか動画にしたくてさ、うんまだできてはないんです。プレイヤンってなんだっけ？音楽を聴けるやつ。ああ MP3 プレイヤーです。へえ。音ゲーでもないってこと？音楽聴くだけ。ああプレイヤーか本当に。 iPod の対抗だね。あと動画も一応入れられるはず確か。あそうなんだ。あ本当だ。入れてない何にもかも。へえ。あ、一個だけ入ってる。おおなんかログが映ってる。しかもビジョンプロ面白。映ってんのかこれ。動かなくなっちゃった。データが重いのかな、データが重すぎる。 4K なんじゃないの320×480 とかだね。それで多分 4K 動画動かしてるじゃん他はこれかはわいい。最近海外で流行ってる、うん、インクペーパー。電子書籍リーダーでタッチパネルでもなくて、うんすごいすごい、すごい小さいブームがあるっていうインスタのフィードにたまに出てくるみたいな。バルミューダフォンと一緒に持ってるイメージがあるかも。でなんか一応メーカーのコンセプト的には、なんかこうスマホの裏に取り付けてスマホ裏返して読むみたいマグセーフついてんのこれ？な。一応ついてる。えすごい。 iPhone ないのタイか？ただあるけど iPhone うんあるんだけど、んこれ大きいサイズじゃないからちょっとはみ出るっていう。なるほどね。本当だ。あとなんか位置がちょっと変なんだけど、えこうしたらどこにマグネットあるの？なんかここら辺にある。めっちゃ変なとこにあるね。そうめっちゃ変なとこにあって干渉するん。かわいい。まあまあめちゃくちゃ可愛いけど。うんあここかど真ん中になんだ多分。ああなるほど、ね。カメラ隠れますカメラ隠れちゃいますねや。ばすぎるかな。面白。でもさ、初代を持ってる人もなかなかだけどね。これやっぱりねなんだかんだ初代好きいいよですね。ね。このアスペクト比とかサイズ感とかさ、やっぱ Google が練りに練って考えた感じがすごいですね。やっぱどのメーカーもそうだけどさ、市場のね圧があるから。やっぱいいよね。かわいい。めちゃくちゃいい。可愛いケースも可愛いそのパラフケース。そうこれオリジナルのオリジナルなんですパラフケース。おおいい感じ。やっぱねすごい気に入ってる。だから iPhone の折りたたみがこういう画面比率で出るんだったら、まあ、ちょっと欲しいかな。確かに。確かに。あとこれぐらい？あそうね。やばい。それはちょっと見せてほしい。これはこれは一応ヌビア Z80 ウルトラのケース、カメラ風ケース。これにこう T マウントレンズを装着できることが。レンズでかっ。やば。細長。こういうやば。なんか CP プラスで見たぞこれ。こういう使い方をできるっていう。おーいやいいね。135ミリでしょ。135ミリ。この作例をちょっとさっきいっぱい撮ったからいろいろあるよ。見せてほしい。やば。存在感やば。とてもこのグリップがないと、これもすごいな。これも合わせてること自体がやっぱおしゃれ。おしゃれ。ただこれトポロジーに見えてトポロジーのパクリっていう。そうなんだ。トポロジー風がね。トポロジーに逆にあんだこれ。こういうのあるよね最近。あすごい。どういうことって逆さまになってるかも今。あ、それが設定が設定をしなきゃいけなくて。このレンズは売ってんの日本で？これはアリエク。ああやっぱそうなんだ。
日本では売ってないんだ。日本では多分売ってないと思うけど、でも結構これもいろんな種類あって、へえ。でなんか T マウントレンズっていうなんかはいはい、こそのの企画になってて、ケースメーカーのマウントだよね。それが合うやつだったら使えるっていう。他のレンズある？他は今はないけど、もう一個ぐらい買って、広角とかもあるのかな。ワイドのやつ。まあでもこれがおもろいやっぱり。ヌビア Z80 ウルトラ。機器とかないでしょ。いやあるよありますね。あるの？うんだこれはない。これ Bluetooth 接続で、はいはいはい。こいつはないんだけど、多分139,300円。おお。あ、これちょっ14万と本体みたい。なんかそういうことか。ちょっといいね。ホワイトいいよ。ホワイトかわいい。うん。インスタ360みたいな。おお。こんな感じ。こんなもんです。8エリート。まあでも普通にメインで使っているぐらいには気に入っている。バッテリー持ちどう？手持ちはめちゃくちゃいい。やっぱり 7200mAh だって。めちゃくちゃある。確かに重いわ。うん。そう思うと。